おテンションいかがですか？では今日Amazon ファッションウィーク東京について話していきたいと思うんだけど、ビッグ4って何なん？そう、ビッグ4の総合まとめをちょっとしたんだけど、これ終わってからそっち行ってね。東京ファッションウィーク、もう Amazon ファッションウィーク東京に名前が変わったんだけど、Amazon がメインスポンサーになって、10月15日から20日までの期間で行っていて、初参加ブランドが21ブランドと海外ブランドが18ブランド、ファッションウィーク期間中で発表したブランドが51ブランドで、イベントとか展示会とか別でそのランウェイを起こったブランドがそれぐらいだったと思うんだけど、その初日のトップバッターが初参加ブランドの青いわ中っていうブランドで、幼虫が成虫になるそのプロセスを表したコレクションだったんですね。いろんな素材とかちょっとアシメトリとかを使って面白いコレクションをしたブランドなんだけど、これなんて言うんだろう、この薄いレースやシフォンで使ってるんだけど、セクシーとかエロいっていうより繊細なコレクションだったからすごい綺麗だったんですね。でその次が2019年1月にブランド10年周年目になるドレス&ドレスっていうブランドのコレクションで、テーマがレストランっていうテーマだったんだけど、このモデルが来てテーブルに座ってすごい違うショーの見せ方をしたブランドなんだけど、最後にモデルが揃った時にスローモーションで食事をし始めて、ワインを飲んで目隠しをして、すごいミステリアスなこういう雰囲気の中でショーが終わるんだけど、この服に注目するべきところから演出に目をいってしまうんだよね。そう、全部で7ブランドのランウェイを発表していて、展示会やイベントとかいろいろ行ってたんだけど、そう興味があったらこの下に Amazon ファッションウィーク東京の公式ホームページのリンク入れたりするから、そこで興味のあるイベントとか展示会もリンクとかあるから、興味あったらそこで確認してください。16日その2日目が8ブランドが発表していて、初めがミツル岡崎で、その次がハウリ・デュティティ。このハウル・デュティティがすごい面白いのが、もうすごい優雅なこのフルートの生演奏とかをとともにショーが始まったんだけど、平安時代から引き継がれている日本の伝統工芸玉織っていうものをその技術を使って開発したオリジナルのツイードとかを使用して、すごい上品でフェミニンな仕上げたこういうコレクションだったので、すごい面白いなっていうところだったし、でその後光栄に戻って、アジアンファッションミーツ東京っていう枠でフィリピンの4人のデザイナーの発表があって、4人のフィリピン出身のデザイナーの合同ショーが行っていて、その次に国立新美術館でタイ・アシダのショーが行っていて、ちょっとリーブックとコラボをしたシューズとかちょっとスポーティーなジャケットで始まって、でアニマル柄、オレンジ、ピンク、ネオングリーン、鮮やかなそういう色とメタリックでフィナーレがすごいゴージャスなドレスで締めくったっ
っていうブランドだったコレクションだったんだけど、それもすごい面白かったし、16日の2日目の最後のショーがネグレクトアダルトペイセンツっていうブランドなんだけど、アイドルとかそういうプロデュースしてる方のブランドなんだけど、すごいブランドの名前をこう直訳をすると大人な患者は無視っていう名前なんだけど、コレクションのテーマはアンチアダルト、もう大人反対っていうコレクションで、自分はちょっと遠くから見てたんだけど、パッとこう見えたものは高校時代の思い出っていうか、その服装とかがすごいそういう思い出させたショーでなんていうんかな、その幕開けがコンビニに行く10人のモデルで始まって、なんていうんかな、ジャージにパーカーを着てパパのスリッパを履いていくみたいな、そのような格好で始まってて、で途中に学校指定のジャージを着ている女の子が来て、その上着でその焼きそばを食べながら歩くモデルとか、そのせいで帰り焼きそばスーパーによって焼きそば買いに行ったんだけどね、ちょっと焼きそば食べたいと思って、もうショーを見た後絶対誰かが焼きそば食べたいと思ったと思う。すごいユーモアのあるコレクションだったんだけど、その病院着のパステルとかレオパードとかチェックが多くて、で遠くから見えたからその細かいところが見えなくて、で公式ホームページとかインスタとかで見るとパンクロックなようなコレクションだったんだよね。でコンビニに行く男の子たちのロゴティとか、このその靴にスタッツがバーって入ってたり、細かいところですごい面白いコレクションだったので、17日は11の章が発表してて、もうほんと多いから、そこを省略して興味のあるブランドさえあったらこの下にリンク貼っとくので、ぜひそのリンクに入って YouTube でコレクションのショーを見てもらったらすごい面白いなと思うんだけど、省略して言うとしたらデニムアシメトリーニットかな。その日でミューズとパラドックスの東京の筋肉ムキムキでまとめられると思うんだけど、自分が参加できたのがクレシニア・シュナイダーっていうウクライナのブランドなんだけど、そのウクライナのこのリゾートをインスパイアを受けて作ったショーで、クレシニア・シュナイダーはこう聞くと、デニム自分はねデニムっていうイメージするんだけど、デニムをすごいいろんなバリエーションで出したコレクションだったんだけど、そのデニムをトーンの違うデニムつなぎ合わせてワイドパンツ作ったり、デニム地でレオパード柄を作ったり、スパンコールとかデニムをこうやったり、すごいいろんなバリエーションのデニムを発表したショーで、なんていうかな、みんな知ってるかわからないんだけど、クレシニア・シュナイダーってなんていうの、膝までワイドになってて、その下がこうシュッと締まってるブランドですごい有名なパンツをあるんだけど、そのパンツもいろんなバリエーションとか作っててすごい面白かったし、一番自分がお気に入りだったのが膝のところに PVC っていうプラスチック
色の切り替えがあったパンツと最後で登場したファっぽいもう本当はデニムで研いだもののジャケットがすごい自分お気に入りのものなんだけど、インスパイアもらったコレクションだったんですね。では18日まで来ました。18日は7ブランドのランウェイが発表されてて、ハイクとかヒロココシノとかハレ、すごいみんなが知ってるようなコレクションが発表してて、自分参加しなかったからそれを省略して、自分が18日個人的にすごい注目したのが YKK 賞を受賞したメキシコ出身のデザイナー、自分大学で勉強したトピックのコレクションを発表してて、コレクションは1910年から20年のメキシコ革命と、民族解放運動とサパティスタ民族解放っていうインスパイアされている運動のコレクションを発表していて、インスパイアとかディテールとかそういうどういう作り方をしているものを全部見せていただいたし、すごい伝統衣装と実際先頭に立った女性たちのこの服の工夫とかメキシコの文化をファッションに言い換えて紹介をしてくれたプレゼンだったんですね。で例えばプリーツスカートにこう普段動くから走りにくいからそれを全部塗ってボリュームあるんだけど動きづらくないっていう細かいところとかもあるからすごい面白いプレゼンだったし、その一番面白いと思ったのがなんていうのかな、2015年みんな覚えてるかな、パリコレでコメデ・ガルソンが発表したこのすごい長いブーツがあるんだけど、それはもともとメキシコの伝統のブーツで男性らしさを強調するブーツなんですね。そのブーツが女性のモデルとか女性の服に取り込んでて、自分の感覚としてはその強い女性、先頭に立って戦った女性プラス男性の象徴とされてるその長いブーツ、そのコンテストとかも起こってるからね、メキシコとかで一番長い人とかそれを取り入れたすごい女性のなんていうのエンパワーメントっていう今すごい使ってる言葉なんだけど、女性のエンパワーメントとかのファッションを通じてポジティブなメッセージを送ることができる、この発信ができるプレゼンで、そういうポイントがファッションの魅力の一つでは思ってるから、すごい面白いプレゼンだったと思うので、ぜひ写真とかインスタとかもあるからぜひすごいプロセス見れるからすごい面白いと思ったんですね。残り2日ですね。19日はNerdy Unit で始まって、でその次のショーがビビアンのスーっていうコレクションで、このショーですごい自分ギリギリに到着してもう走って暗闇の中にこう潜りながら見たショーだったんだけど、もう人一倍感動したショーだと思うんだよね、自分は。そのコレクションのテーマは急に降り出す若雨で落ち着いた雰囲気で始まって、モデルたちは髪の毛もメイクもちょっとウェッティな感じで、コレクションはそのアジアンビューティーを発信をしたかったから、モデルたちはみんなアジア圏のモデルをしか起用してなくて、すごい落ち着いた色合いをすごい自然を表現するっていう部分ですごいいいなと思ったショーだったし、動きとかもね、この
雨がこう急に降ってきて地面まで流れていく様子を肩や袖とかこの照らしている長いベルトとかストラップでこう表現をしてたりで最後ラストを飾ったのがすごいボリューミーなチュールのフリル木チュールなドレスがポンポンポンって終わったんだけどすごい綺麗だった。今期で、何回も言ってるんだけど PVC 素材のアイテムをシューズに起用していてちょっと欲しいわっていうものが大体ショーは自分あれ欲しいこれも欲しいっていう感覚で感想を言ってるんだけどで次が光を出て代官山で発表したミュラルそのミュラルのコレクションは私個人的にすっごい好きでなんかコンセプトが毒ヘルシーその色合いがその毒っぽい色紫に黄色とかそういうものがコンセプトだったんですけどなんて言うんだろうすごい綺麗なこうやっときた色みたいな欲しかった色だわみたいながすごい綺麗だったし17日の最後がミスター・ジェントルマンのコレクションでオブジェがすごい綺麗だったんだけどそのシンプルな服にちょっとアクセントのあるちょっと色とかをちょっと採用していてすごいミュラルに続けてやっと色のあるコレクションだとかすごい面白いと思ったし最終日は20日だったんだけどその昼からR4D っていうセレクトショップでモデルとして参加することになったから午前のショーにしか参加できてなくてその20日はランウェイ3つしかなくてすごい個性派の3人だったんだけどその20日のトップバッターが翔平で動きやすい素材も素材は絶対動きやすいわってすごい使いやすい素材はっていう素材をかっこよく着させるようなブランドでその次がすごい見たかったんだけどミミューズっていうブランドで今年のシーズンがどこかの星のお姫様をイメージしたってのことで、生地をラミネート加工していてすごいこの立体的なシルエットだったんだけどもうリボンとか丸い耳とかミッキーで最後のショーがジェニファックスで今期のスタイリングを担当したのがロッタ・ボコーヴァっていうスタイリストさんでバレンシアガとかベットモンっていうブランドのスタイリングを手掛けたスタイリストでそのジェニファックスとロッタの世界観こう混ざったスタイリングですごい80年代のこのパワーショルダーをちょっと超えた感じのショルダーをとにかくビッグシルエットを発表していてチェックや花柄この懐かしいこのレトロな生地を起用していてなんだっけテーマがアメリカの田舎の少女太った少女みたいな感じだったんだけど少女ですごい面白いブランドコレクションだったんですね。そしてあと20日はそれで終わったんですね。今期はアシメトリー80年代のビッグシルエット90年代の社会批判ネオンレトロハンドクラフトレースシフォン PVC デニム日本が強いとデニムに強いからデニムがキーワードだと思うんだけどどう思いますか何か言い忘れたこととかちょっと言い間違えたこととかあればこの下のコメント欄に全部コメントとか情報交換とかしたいからぜひこの下にコメント入れていいねを押してチャンネルに登録して私のインスタもフォローして私を来年もファッションウィークに行かせるようにちょっと助けてください。では来週のビデオまで
バイ